デビュー当初は売れないと揶揄されてきましたが、今や韓国を代表するアーティストになり、世界を股にかけて活躍している BTS。そんな彼らが次に掲げる目標は何でしょうか？今回は、JIN、SUGA、RM の夢や目標をまとめましたので、ご紹介します。ラスベガスコンサートで、次の夢を語ったJIN。4日間の開催で合計約20万人を動員した BTS Permission to Dance on Stage ラスベガスは2022年4月16日現地時間大盛況のうちに幕を閉じました。会場となったアレジアントスタジアムによりますと4回にわたって単独公演を行い4回の公演を通じて20万人もの観客を集めたミュージシャンは会場以来 BTS が初めてだそうです。彼らの人気のほどが伺えますね。ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナに設置された大型スクリーンを通してリアルタイムで公演を視聴するライブプレイの合計観客数は約2万2000人を記録。また、最終日の公演はオンラインストリーミングでも生中継され、182の国と地域で約40万2000人が視聴し、世界中のアーミーを熱狂の渦に巻き込みました。このような輝かしい記録を打ち立てたコンサートで、JINが新たな夢を語ったのは、公演3日目のことです。通訳の方にサポートしてもらい、自身の思いを打ち明けました。話した内容はこちらになります。ボラ、へえ。今日はとても雰囲気がいいですね。僕たちには夢があるのですが、それはまだ達成できていない夢です。僕たちの夢は世界中で数百万、数千万人もの人たちを集めて無料でコンサートをすることです。JINがこう話すと会場中に歓声が上がりました。なんて素敵な夢なのでしょうか。続けて、今日皆さんの叫びと歓声を聞いてと述べると、なぜか通訳者は翻訳をストップ。もしかすると、JINの夢にびっくりして、翻訳のタイミングを失っていたのかもしれませんね。お茶目な表情をしたJINが、通訳の方に翻訳を催促します。その様子をスクリーンで見ていたアーミーたちから笑い声があふれました。JINの可愛い表情に胸キュンです。そして、皆さんが必ずそこに行かなければならないと思っていますと話すと、再び大きな歓声が上がります。最後はいつも無限の愛をくださってありがとうございます。アーミー、サライへ、と話し、コメントを締めくくりました。JINの夢がいつの日か叶うことを願うばかりです。宇宙に行きたいとブライブで明かしたSUGA。宇宙に行きたいって壮大な夢ですよね。どのような流れでSUGAがこの発言をしたのかご紹介します。2019年2月25日から3月2日にわたってブライブでリメンバーパーティーという名の授賞式が行われました。参加者は2019グローバルブライブトップ10に選ばれたアーティストたちです。BTS の授賞式は2月26日に放送されました。一定のフォロワー数を記録したチャンネルの中からグローバルファン投票によって選定されたベストチャンネルやブライブでの活発な活動をたたえ、グローバルファン投票で選ばれた10チームに与えられるアーティストトップ10など7人は4つの賞を受賞。一番重要な賞であるアーティストトップ10は3年連続の受賞です。さすが BTS、素晴らしいですね。トークの話題が今年やってみたイブライブの企画の話になりました。JINは2ヶ月前にアイデアを思いついていたと話します。それはファン・シヒョク PD とイートジンをすること。しかし、JINの願いは虚しく、残念ながら断られてしまったそうです。ジョングクの希望は自転車に乗ってプサンに行くことだそうですが、他のメンバーは、やーと言いながら苦笑い。誰が撮影してくれるんですか？皆さん、あくまでもやってみたいことです。
やるということではないので、と牽制しています。ソウルからプサンは、日本でいう東京から大阪くらいのイメージなので、メンバーたちが牽制するのも納得です。すると、シュガが、僕は、こういうことをやってみたいです。宇宙船に乗って宇宙に行くと、大きな望みを打ち明けました。まさかこんなことを考えていたなんて、驚きです。あまりにも現実味のない話だからか、他のメンバーは、深く突っ込むことなくスルーしていました。しかし、シュガといえば、本名ユンギとノストラダムスを合体させたミンストラダムスという異名を持っています。ビルボードHOT 100での1位獲得やグラミー賞に行くことなど、過去に明言した目標の数々を現実のものにしてきました。果たして宇宙に行く夢はどうなるのでしょうか。実現するのか気になるところです。作詞作曲の他に編曲も行うと語った RM。2022年4月9日、BTS Permission to Dance on Stage ラスベガスの初日公演を終えた RM が、プライブで生配信を行いました。今回のコンサートの進行表は、ほぼ死ぬレベルと表現するほどハードで、体は疲れ切っているのに、それでも公演後のブライブ配信を公式と言って、アーミーに会いに来てくれることが嬉しくてたまりませんね。RM はグラミー賞授賞式について良かったです。楽しくステージをしましたと話します。とは言っても、やっぱり悔しさはあったようで、少しがっかりはしました。最初に聞いたとき、受賞者の名前が呼ばれたときですと、正直な気持ちを打ち明けました。続けて、それでも大丈夫です。受け入れたので、と話し、他のアーティストの方々のステージを見てなんだか感じました。なので、僕たちがやるべきことは、今からまたベストを尽くして、もっといい姿を、もっといい音楽を作ることです。それが僕たちのやるべきことです。このように語り、生配信で胸の内を明かしたのです。そして、一番たくさん考えたのは何かというと、僕たちがもっと直接的にアルバム全体に参加しないといけないということです。つまり、作詞作曲に参加して、編曲もいつかは自分たちだけでやらないといけないということです。それが僕たちの目標ですと話しました。何人かの人たちが BTS を見下す理由の一つに、自分たちだけで楽曲制作を行っていないことが関係していると RM は思っているようです。RM の発言がこのことを指しているのかはわかりませんが、2022年4月4日に SNS 上でこのようなやり取りがありました。グラミー賞の公式ツイッターがバターの歌詞になぞらえて BTS よりスムーズなグループの名前を挙げてみてください。これは私たちからあなたへの挑戦ですと投稿。このツイートに対してヒップホッププロデューサーのマイク・ディーンが誰でもできると反応します。当然のことながら多くのアーミーがこのリアクションに憤慨しました。とあるアーミーがマイクは41年のキャリアで385曲にクレジットされているけど RM は27歳で180曲にクレジットされていると指摘すると BTS のメンバーが自分たちの曲の 90% を書いているわけない。すべてのアルバムのクレジットを確認してみなと反論。全くもって根拠のない無責任な発言です。その後も BTS の楽曲には曲ごとに9人から10人のソングライターがクレジットされているなどと投稿し、彼らを侮辱しました。最終的には謝罪の言葉を述べましたが、到底許されることではありません。いくら表現の自由があると言っても、知名度のある人が公の場で他人を貶めるのは間違っていると思います。メンバーたちをネガティブなことに巻き込まないでほしいですね。たとえ誰かに見下されたとしても、時間が経てば解決するはずですと冷静に話す RM がかっこいいです。もともといた地点に戻るべきと RM が語る意味とは？
先ほどのブライブの後半、RM はこのようなことを話していました。僕が最近ずっと悩んでいたのは、僕たちがもともといた地点に戻るべきじゃないか、そういうことをたくさん悩みました。もっと積極的に取り組んでいって、アルバムの制作過程でももっと意見を出して、もう30代目前なのでどうやっていくべきか、僕も悩んでいるので、いろんな話をしないといけませんよね。僕だけの考えかもしれないので、そういうことをたくさん考えていて、とにかく僕も自分でできることを考えながら、これからもっと頑張ります。RM の言葉からいろいろな葛藤や苦悩が伝わってきます。BTS がもともといた地点とは、単純に楽曲制作について話しているように感じますが、これからのグループのあり方を話しているようにも思います。この発言をする前、RM はアンチへの考えを切々と語っていました。話の内容を一部ご紹介します。もともと、ファンとアンチは紙一重って言うし、アンチ、ヘイターの人たちの方が、ライトなファンよりいろいろ知っている場合も多いんです。嫌うこともエネルギーが必要なことだからと話す RM。続けて、なので、とにかく僕たちが頑張れば、僕たちのファンになるかもしれないです。そういう人たちが、そうなったらいいことだし、そうならなくてもいいし、と述べました。アンチの何らかの言動によって、もともといた地点に戻るべきじゃないか、と悩んでいるのだとしたら、それは、とても悲しいことですよね。RM の心境を想像すると、胸がキュッとなります。デビュー当初より、若者の代弁者として、様々な音楽やメッセージを発信してきた BTS は、もうすぐ、デビュー9周年を迎えようとしています。9年前と比べ、音楽制作への考え方や取り組み方、会社での立ち位置など、いろいろな変化があったことでしょう。もともといた地点に戻ることが本人たちの望みならいいのですが、そうでないのならば、私は今の BTS だからこそ表現できる音楽やメッセージを届けてほしいと思っています。何よりもメンバーたちが楽しめる方法で音楽活動をしてほしいですね。まとめ。今回はJIN、SUGA、RM の夢や目標をお伝えしました。JIN の無料コンサートと SUGA の宇宙に行くという夢は、こちらまでワクワクするような素敵な夢なので、いつか本当に実現することを願います。RM の今後の目標は、少し心が痛くなるような内容でした。きっと本人たちにしかわからない悩みや葛藤がたくさんあるはず。ぜひとも BTS の素晴らしい音楽で見下してくる人たちを撃退してほしいです。